ご主人様。なんで抜き身の剣を殺さないで。剣を握った人が無言で背中に立ってたら誰だってびっくりするよ。こちらこそ驚きすぎてごめんなさい。ところで何してるの、ご主人様。秘密特訓？ご主人様も陰ながらいろいろと頑張ってるんだね。ちょっと感動かも。これ？これは私そんなに字は汚くないもん。もっとちゃんとしたお勉強。いずれ国を治める身として国がどう成り立つとかは身を入れて勉強しておくようにって。アイシャちゃんが。国を統治して民の皆さんの生活を支えるには学問が必要なの。アイシャちゃんが。例えば国はどういう風に成り立って国に生きるみんなが生活の糧を得るのかとか。知ってる？国家経済の仕組みって言うんだって。そうなの。難しいの。パイレンちゃんはたくさんご本を持ってるから必要なものは借りてね。さっきからずーっと勉強してるんだけど。私自分で思ってたよりおバカだったかも。都でパイレンちゃんたちと一緒にお勉強したのにあんまり覚えてないの。パイレンちゃんに教わろうかなと思ってお部屋を覗いてみたら忙しそうで。アイシャちゃんにお願いしたら怒られそうでしょ。ご主人様はわかる？需要と供給とか貨幣の流れとか。わかるだけじゃなくてあんまり頭が良くない私にわかりやすく噛み砕いて説明もできる？すっごく真面目に授業を受けるからお願い先生、力を貸して。
ことも。私なんかにはもったいなくて知識を分け与えてなんてあげられないの？大好きだし、感謝でいっぱいなの。隣に来て、聞きたいことはいっぱいあるの。どうぞ。なんで？変なの？隣からだと文字も読みづらいと思うのに。うんと。聞いてる？ご主人様。生産はお米とかのことでしょ？市で？さっき言ったことでしょ？市でって。あ、そっか。一度お客さんなんだね。そうだね。材料の値段よりは高くないとダメなんだ。お仕事。そっか、安全を売るお仕事なんだ。なんとなくは。多分。それちょっと無責任かも。そっか、そうだね、ほんとだ。
だから勉強しないでいいってわけではないと思うけど、ご主人様にそう言ってもらえたらすごく楽になった。私、お友達をたくさん作る。私に足りないたくさんのものを持ってて、優しくて、私の力になってくれる人。需要と供給。その代わり、私もその人たちに足りない何かになるね。私もご主人様の大切にしてね。あ、行っちゃうの？そうなんだ。了解。だって。あっさり流されちゃった。ちょっと勇気出したのにな。ご主人様は不思議。私が持ってないたくさんを持ってて。なのにちっとも飾らないで。なんだろう。ご主人様のことを考えてたらドキドキしてきちゃった。